一言で言うと、かっこよすぎないところかなっていうのが。かっこよすぎない。はい。ボーイズ&グレス TV、今日も素敵なオーナーさんと車に来ていただきました。お名前は池田太郎と申します。太郎さん、年齢はいくつですか29歳になります。お仕事フォトグラファーです。家族構成は妻と子供1人の3人家族になります。はい。そしてお住まいは埼玉県の小川町というところになります。ここですね。ここです。はい。今日は小川町まではるばる参りました。ありがとうございます。そしてこちら車なんでしょうか。はい、こちらトヨタのカルディナーの TZ リミテッドというものになります。懐かしい。昔ね、僕乗ったんですけど、実はね、年式は97年式でした。97年式。実はカルディナはトヨタがスバルのね、レガシーが出てヒットしたもんで、一生懸命作ったんですけど、3年という短い期間で作ったんですけど、それなりに売れたんですけども、見なくなりましたね。負けちゃいましたね。完全に負けちゃった。乾杯です。はい。ということで今日は太郎さんとカルディナでお届けします。太郎さん、愛車遍歴を教えてください。実はこのカルディナが初めての車になります。あ、そうなんですね。はい。買ったの何年前ぐらい？買ったのは2022年なので、一昨年か。27歳で初めての車。そうですね。はい。なんかきっかけはあったんでしょうか？きっかけ、一番大きいきっかけは、この小川町に引っ越してきて、で、かつ、子供が生まれる直前だったので、その出産の準備といいますか、っていうところで、車が必要になったっていうのがあります。他に候補者あったりしたんですか？他には、一番最初車が好きになったのは、ボルボの240のシリーズだったんですけれども。エステートの方からですかね。あ、そうですね。その後、ベタですけど、フォレスターですとか、あとラシーンですとか、ちょっと古い国産車とかも考えてました。四角めですね、どっちもね。そうですね、カクカクが好きでしたね、当時は。はい。これ結構流線形というか。そうですね。なんかぬるっとグリルガードとかもナマズのヒゲみたいな、確かに色もナマズ色なんで、ちょっと僕らズーちゃんっていう風に呼んでます。どこで買ったんですか？これ静岡の浜松で、中古屋さんで見つけました。なんかネットかなんかで見て見つけて。そうです。一番最初見つけたのは、この小川町で、たまたま交差点でこの車が止まってるのを見かけて、カルディナがいたんですよ。で、なんか懐かしいの走ってんなと思って、お尻覗きに行って、カルディナって書いてあって、カルディナかと。おおと思ってすぐ検索したら、浜松に1台ちょうど出てて。1台しかなかったんですか？オートマが1台でしたね。ああ、なるほど。妻も乗ることになるので、マニュアルありますからね、このそうなんですよ。マニュアル結構あるんですよ。ありますね。オートマが少なくて、で、じゃあすぐ見に行こうって言って、奥さんと一緒に行って直接見に行きました。即決しました。ちなみにおいくらで？90万円ぐらいですかね。込み込み。なるほど。97年式で走行距離だったんでしたっけ？そうなんです。4000キロだったんですよ。4000キロってすごくないですか？ちょっと心配しましたね。本当かなみたいなね。本当かなっていう、ありました。なるほど。ちょうどいい感じのネオクラに乗ってらっしゃる。いいですね。太郎さん、車特徴教えてください。はい。エンジンが2リッターありまして、175馬力。結構ある。結構走るんですよ。しっかり走ってくれるので、長距離とかすごい楽に。ですよね。都内も通われるわけですよね、仕事でね。そうですね。結構車で行っちゃうことが多いですね。どんなとこ気に入ってますか？そうですね。一言で言うと、かっこよすぎないところかなっていうのが。かっこよすぎない。はい。十分かっこいいけど。普通トヨタ車の、それこそ90年代とかでかっこいいってなったらランクルがやっぱり出てきたりですとか、フォトグラファーだしね。そうですね。いわゆるメインストリームみたいなそうですね、確かにあって、自分も結構最初は憧れはもちろんあったんですけど、ボルボ240とかもそうですよね。そうですね。めちゃくちゃ好きなラインなんですが、なんか自分にはこれぐらい気の抜けた方がいいなと思っていて、例えばちょっとこういうとことか傷あったりとか、なんか多少汚れてたりとかしてても、それすらもちょっと愛おしいというか、なるほど。なんかね、今日履いてらっしゃいます。ちょっと履き慣れたコンバース的な。なるほど。ピカピカのコンバースってちょっとおうみたいな、新品みたいな構えちゃいますけど、なんかそういうラフさ、なんか抜け感がすごい好きだなって思ってます。
いいですね。そしてこの小川町にもなんか似合う感じがする。このロケーションにも。確かにそうですね。どこ走っても割と似合うのは。確かにね。都会でもね、良さそうだし、そうですね。今日みたいなロケーションも完璧でございます。97年式ですよね。97年式この辺が狙い目だったんですか？まあなんか、僕94年生まれなんですが、まあなんかちょっと同世代的な感覚もあり、でまあなんか今の最新の車ももちろんかっこいいんで好きなんですけど、まあなんか親しみやすさで言うと、まあ90年代後半とか2000年代前半のが割と好きだったりしますね。で初めての車で97年式のまあ国産車ですけど、なんか壊れるかなとか心配とかなかったですか？いやもちろんありましたね。なんか初めてだったのでわからないことだらけだったんですけど、まあ結構車好きの友達とかにも聞いたりして、丈夫な作りにはなってるので、中身全く問題ないなと思って。ここはちょっと納得ってありますか？そうですね。ちょっと僕まあ身長が少しあるので、180ぐらい？そうですね。でまあ見ての通り車内が低くて。で言ったら天井と自分の頭がちょっとスレスレなので、まあ夏場暑かったりとか若干こう前に出ないと視野が少し狭い道だと悪かったりとか。なるほど。普段は特に問題ないですけど、それぐらい。それぐらいですね。なかなかじゃあ掘り出し物っていうかいいですよね。なんか引いちゃった感じあります。久しぶりに見たし、なんかちょっとワクワクしてます。嬉しい。早く乗りたいんでいいですか乗っても。ぜひぜひ。ということで乗りましょう。はい、乗り込みまして、私、カルディナ自分が持ってたのが確か、20歳ぐらいだったので約30年ぶりにカルディナに乗ったんですけど、なんか、ね、匂いがこんな感じがしたような気がする。本当ですか？まんまですか？なんか、懐かしいですよね。てかもうこの辺もこんなんだったっけみたいな全体的にこのシフトノブとかもこんなんだったよなみたいな感じで。ただ1年ぐらいでしたっけ？2年車。2年ぐらいですかね。2年、この冬で2年って感じですかね。試乗したんですか、浜松では？そうですね、試乗、まあなんか周辺を走るというよりかは車屋さんの駐車場をちょっと走らせてもらうみたいな感じだったんで、そんなにしっかりではなかったんですけど、まあなんかそのエンジンのかかり方とか、ギアチェンの感じとか、すごいしっくりくる感じがして、それでもう決めたって感じですね。なんかこの内装なんかちょっとカメラっぽくないですか？確かにちょっとアナログ感ですかね。最近のフィルムカメラっていうか、なんかちょうど太郎さんがさっき持ってらっしゃったカメラみたいな黒だし、なんかマットでなんかいいツヤ感とあるかもしれないなんかちょっと通じるものがちょっとおじさま的なとこもあるじゃないですか。それもなんかいいな。ギアチェンもなんか思ったよりスムーズですね。そうですね。特になんか変なはまり方とかもなく、この車はなんかちゃんとその今エンジン頑張ってんなみたいなことが分かるから、なんかそのより楽しくなってきたといいますか、タコメーター見るのも面白い。そっかとか。このラジカセ動くんですか？はい、もう全部綺麗に音も出ますね。ですよね。ここにカセットテープが数本あるんですよね。これも聴けるということで Bluetooth で聴くんじゃなくてあえてカセットで聴く。Bluetooth も小型のスピーカーは積んでて、なるほど、それで聴いたりとかよくしてるんですけど、まあなんかこういう CD とか、そうか CD も入る、両方聴けるので、でラジオもアンテナが伸びるし、いいですよね。そういうなんていうんですかね、ものとしての楽しさみたいなのが結構詰まってるなっていうのは。確かにまさにこの辺りも含めて使い切れると。乗る頻度はどれぐらいでしょうか？ほぼ毎日ですかね。まあこの辺だったら本当にもう車ないと生活、そうですね、ちょっと難しいかもしれないですよね。乗る時靴履き替えましたけど、そうです、それは一体何でしょうか？これさっきまでちょっとブーツを履いてたので、ですよね。まあ運転的にあんまり良くないなっていうのがあるんですが、これはまあちょっとドライビングサンダルみたいな感じで、ちょっとかかとがこう少し通常のものよりは削られていて、そのために設計されたっていうか、ドライビング用のサンダルってあるんですね。そうですね。なんか楽そう。ちゃんとベルトがついてるので、かかとをついてペダルを踏むのがすごい楽です。なるほど。
どういう場面が似合う車だと思いますか？そうですね、まあなんか自分は旅だったり、まあ取材物が多かったり仕事柄するので、まあなんかちょっと遠出したりですとかのもいいですし、まあ友達と遊びに行ってアウトドアもいいし、まあ家族で街乗りもまあオールマイティーな感じですね。移住のきっかけって何だったんですか？なんか友達が都内とこの小川町で2拠点をしていて、で、まあ、よく遊びに来させてもらってたんですよ。それでそうこうしてるうちに自分も気に入って、で、まあ、ちょうどその子育てが始まるタイミングだったので、で、まあ、都内よりもこっちの方が、まあ、自然の環境的な意味でも気持ちがいいなっていうのがあって、いきなりめっちゃ田舎に引っ込むって勇気がいりますけど、程よい田舎なので、確かにそれはいいかもしれないですね。畑をなんか持ってらっしゃるとか？農家の友達がいて、でそこの一角を友人たちと借りて、まあ、ちょっと自分たちが食べるように、家族ぐるみで本当に今日晩飯食うみたいな、なるほど、そんな感じでよく遊んでます。めちゃくちゃいいですね、羨ましい。せっかくなんで、30年ぶりに運転されます？いいですか？もちろんもちろん。やったぜ。ちょっとじゃあ止まりましょう。確かにこのオートマの感じは現代車にはあんまりない。あんまないですよね。ちょっとガクッとなるのがいいですね。そうなんですよ。普通に関西行ったり東北行ったりとかも車で。そうなんですか。まあ確かに長距離乗っててもこのねモケットシートがまた疲れないですよね。そうです。シートのヘタレなかったのも結構大きいなと思います。確かに全然癖がないのに、まあ街で乗ることを考えられてなのか。初速の出だしがめちゃくちゃいいじゃないですか。ピュッていくから。そうですね。で全然踏み切らなくても、勝手に行ってくれますね。60キロぐらいまで行っちゃうから、そんなに正直インプレッションをするほど特徴のある感じがしないところが逆にいいんじゃないかなと思うんですよね。平凡なんですよ。そう昔ガソスタで働いてた先輩とかみんな昔乗ってたよみたいな、でも車のことどうでもいい人が乗ってたねこれってよく言われます。あれ俺車乗り始めとかいいかもしれないですね。確かにちょっとおしゃれだし、程よく。そうということで僕のこの軽いなインプレッションはですね、太郎さんの言葉を借りるなら平凡ということで、その平凡が素晴らしい。太郎さんはお仕事と、まあ、プライベート、まあ、それぞれ自分の撮る写真って違うと思うんですけど、それぞれどんな写真撮ってるんですか？基本は割と人を中心に撮るですとか、まあ、取材物が多かったりもするので、まあ、誰かに会いに行って、まあ、お話聞く中で写真を撮ったりとかっていうのが多いんですけど、まあ、仕事でいうと最近は割と建築のお仕事も、まあなんかそれは、スチールだけじゃなくてムービーの方も両方っていう感じなんですけど、撮ったりもすることありますね。何撮ってる時は楽しいですか？でもやっぱり人に会いに行くのが面白いですね。なんかこう取材がなければ多分出会うことのなかった人ってわかります。いらっしゃるじゃないですか。はい、僕もありますそれは。あれがやっぱり面白いというか、確かにその明らかにこう自分の生活の範囲を超えてる。確かにっていうことがやっぱり面白い醍醐味かなと。プライベートはどんな写真撮るんですか？プライベートはでもプライベートフィルムカメラですか？今日持ってらっしゃったの。今日持ってたのフィルムですよね。あれ最初に使ったカメラで、ずっとフィルムで人を撮ったりとか、まあ一番最初はこうインドとかヨーロッパとか旅してて大学の後半、社会人とかで、その時にこうなんとなくカメラを持ってって、いっぱいスナップを撮ってたのが最初ですね。そうなんですね。今日も僕らこう取材してたりする間もちょこちょこシャッター切ってたじゃないですか。何を撮ってるのかなとか、どういう気持ちで撮ってるのかななんてちょっとね、やっぱり同じ仕事してる身としては気になったんですけど、どんな感じなんですか？そうですね、なんかまあそういう仕事じゃない時はもうあって思った時に撮ってるって感じで、まあ何に惹かれるかというと、ちょっと難しいんですが、まあなんかその人らしさがあったりとか、まあ単純に綺麗な光見つけたもあるし、
めでてる感覚に近いと。おお、なるほど。ね、めっちゃいい顔してるね、ちょっと撮らせてみたいな、それぐらいの気持ちです。ちょっと踏んでみるぜ。どうぞ。いいですね。なんか車高もそんなに高くない、結構どっちかというと低め、だからこう安定感もあって、確かにサスペンションも結構柔らかいんですね。そうですね。気持ちのいい車ですね。太郎さんの性格とこの小川町とカルディナも完璧マッチングですね。あ、本当ですか。なんかラシーンとかフォレスターでも似合いそうだけど、この感じがすごくなんかいいんじゃないかなと思いました。いやー、僕もなんかやっぱりしっくりきてますね。あとこれそのオーバードライブのオンオフがこれね、ボタンついてますね。ちょっとしたことなんですけど、それもなんかこう山あいの道が多いので、そのセカンド入れるほどじゃないけどみたいな。なるほどね。そしたらエンジンブレーキ全然いけるので、すごい優しい運転できます。なるほど。まさに優しそうな男だもんな。いやちょっとね羨ましいんですよ、僕はこういうね生活されてるのは。あ、本当ですか。ちょっと物件見に行きます。そうしますか。いやー、久しぶりのカルディナ満喫させていただきました。ありがとうございました。しかもこんないいロケーションで。ありがとうございました。楽しかったです。嬉しい。ということで太郎さん、カルディナ100点満点中何点でしょうか。僕にとって100点ですね。おお、素晴らしい。特に減点することもないと言いますか、今の自分にぴったりだなと思って。なるほど、最高ですね。そしてこの車乗り続けます。そうですね、壊れるまで、行けるとこまで一緒に行きたいなと思ってます。ぜひ僕も乗り続けてほしいなと思います。ぜひまた乗ってください。ありがとうございます。ということで今日は小川町から太郎さんとカルディナでお送りしました。ボイザードビス TV、また見てください。ありがとう。